多分音出ないと思うんですよ、初めの段階は。それこそが正しい状態なんですよ。数年間 YouTube でビデオを作ってきたんですけれども、ようやくですねサックスで低音をどうやったらうまく簡単に出せるのかっていうのをですね、ようやくその説明、うまい説明、分かりやすいであろう説明を思いついたのでですね、今日はねそれをやっていこうと思います。ラッドミュージックスクール学長の瀬戸です。こんにちは。はい、そしたらですね、もう早速やっていきましょう。低音サックス、テナーでもいいですよ、アルトでも何でもいいんですけれども、低音出そうとしたら全然出ない、ブヒーって裏返っちゃったり、硬い音しか出なかったりっていう人たちいっぱいいるんですけれども、今日はですねそれを、こうやればおそらく出るだろうっていう別の角度から、話を語っていきたいと思うので、最後まで見ていってください。ちょうど1年ぐらい前にサックスは頬を膨らませて演奏していいのかっていうビデオをやったんですけれども、この辺にリンク貼っとくのでですね、まずそっちを見てください。はい、それでですね、今日もですね、頬の話なんですけれども、前回のそのビデオで語らなかったですね、なんで本当に頬を膨らませなきゃいけない理由って、そのメカニズム的に一体何か、なんでそう膨らませることがいいのかっていうのを細かく語らなかったので、前回全く語らなかったことをですね、今回語ります。ってことは結論からいくと、頬を膨らませましょう、低音を弾くときにはっていうことなんですけれども、その本当の理由っていうのを今から語ります。はい、じゃあ結論から言っちゃうと、頬を膨らませて演奏するのが望ましいんですけれども、それはなぜかという理由ですね。結論からいくと、正しいアンブシュアになるからなんですね。じゃあそこをちょっとね、解説していきたいと思います。はい、じゃあまず頬を膨らませてその低音を弾くっていうのはどういうことかというと、まず音は出しませんけれども、このほっぺた見といてください。いいですか？このようにほっぺたがうーんって膨らまるんですけども、これ何かというと、一番簡単にこの状況を説明するならば風船です。硬い風船をせーのふーって膨らませるのを想像してみましょう。はい、でこれが実はサックスの低音の時の正しいアンブシュアに極めて近いので、まずそこから説明していくんですけれども、何が起こるかというと、音を出す時にですね、やると分かるんですけれども、この下唇の裏側のこのぷにゃぷにゃのお肉の部分と下のここの歯ですね、そこにその間に空気の層が入るの分かりますか？この風船をフーって膨らむと歯とここの間に隙間が空くじゃないですか。空気が若干空気の層ができて、それこそが正しいアンブシュアに極めて近いその形なんですね。でよく皆さんご存知の通り、サックスは下の歯でこうやってグッて噛んで持ち上げて演奏しちゃダメだっていうのを、もちろん聞いたことあると思うんですよ。まさにその状態なんですね。僕も今思いっきりここに空気の層があって、歯とその下唇がこう離れてる状態になってるんですね。それこそが正しい状態なんですよ。はい、じゃあその風船を膨らますやり方でですね、実際音を出してみましょう。ちょっとマイクの音量を削っていきます。はい、次はですね、そしたら低音から高音までですね、かなりちょっと速いスピードで上下運動をしますので、その時の頬の形を見てみましょう。はい。今分かりました？こう高音にブルーンっていった時に頬がちょっとこう痩せた感じになって、低音にまた降りたらフッって膨らんできたの分かります？これ何かというと、この低音を弾く時にはこの頬が膨らんだ方がですね、ますますこのアンブシュアが柔らかくなってですね、音がこう出やすくなるんですね。ところが例えばその音でいうところのそのサックスのファのあたりとかソのあたりから上になってくると、このフラフラの唇だとですね、音が安定して音になってくれないので、徐々にこの歯がこの下唇の裏に設置して、少しこの圧力
この唇の圧力が強くなるということなんですね。つまり何が言えるかというと、低音の方を弾くときにはもうほぼほぼ唇の圧力だけ、歯の圧力なんか一切使わずに唇の圧力だけでこう調整していくと、アンブシュアの強さをということですね。つまりこの低音部分で頬を膨らませることによって強制的にアンブシュア、下唇ですね、下唇を強制的に正しいアンブシュアの方向に導いていると、ごく自然に強制的にそうなってしまうので、なのでそれが正しいやり方だっていうこの説明をですね、ようやくこの説明の仕方で思いついたのでね、今日ビデオを撮ってるんですけど、ただ弊害が一つあってですね、この頬を膨らませながらこう演奏すると何が起こると、ピッチのコントロールが気を抜いたら結構この唇がもうフラフラな状態なので、こうピッチが安定しづらくなるというのは確かにあるので、気を抜かずにねピッチのことを考えながら演奏するのが正しいと思います。で、先ほど説明したそのビデオ、去年のビデオなんですけれども、頬を膨らますのには何パターンも膨らませる理由があるというふうに言ったんですけども、確かにあります。例えば超高音域行く時とかビブラートかける時とかいろいろあるんですよ。なのでそっちのビデオを見るとね細かく解説してるので、そっちもねぜひご覧になってください。じゃあ今度は頬を膨らませることなくですね、ここの力を一定にもう中音や高音を弾くときと同じふうに低音を弾いてみます。こんなふうになります。いきますよ。はい、でこれがいいか悪いかなんですけれども、確かにその音はですね、非常に芯があって音大きくてですね、ドーンって前に音が飛んでるような音はするんですけれども、僕から言わせるとこれはコントロールができていない音なんですね。じゃあ音量を大きくしようとか小さくしようとか、もしくはビブラートかけようとか、何かいろいろ低音部分でやろうとするとですね、ここが高音を弾くようなアンブシュアと一緒だったらですね、コントロール一切できなくなるんですね。なので僕がいつもこのチャンネルでコントロールしようっていうのはそういうことで、ものすごい細かいニュアンスとかをですね調整するためのアンブシュアのことを言ってるんですね。じゃあどっちが正解でどっちが不正解なんだよって聞かれるとですね、人の好みねがたくさんありますから、一概にこっちの方が正解だ絶対やれっていうわけにもいかないかなとは思うんですけどね。このアンブシュアの話なんですけれども、非常に難しくてですね、なぜかというと演奏中他人の口の中を見ることは 100% 不可能なんですね。なので口で説明するしかないんですよ。こんな感じになってるとかこんな風になってるとか。でもそれがなかなか伝わりづらくてですね、なぜかというとみんな口の形全員ね、80億人いたら80億人みんな違うので、なかなかこれが正解ですよっていうのはなかなか言いづらいんですよね。本来もし人体にあまり影響のないレントゲンとかがあればですね、もう一瞬でここ分かると思うんですよ。こんな風になってるんだ、こんな風になってるんだということで、僕はですね誰かにね人体に影響のないレントゲン作ってほしいなと思ってるんですよ。そうするともうこのアンブシュアの話が一気に解決するようなね気がしてしょうがないんですよね。で初めてこの空気をここの間に入れてって演奏するとですね、皆さん何が起こると多分音出ないと思うんですよ、初めの段階は。なぜかというと非常に息のここの圧力も必要ですし、ここのコントロールを本当にやらないと音出ないので、なのでそれに慣れてない人たちはですねまず実験してほしいんですよね。それで出たら出たでいいし、出なかったら出なかったで諦めずに出るまで何か工夫してほしいんですよね。なぜかというと新しい分野のことをいきなりやろうとすると多分失敗するんですよね。失敗というか成功しないと思うんですよね。なぜかというと成功したとしてもその概念を身につけるのってものすごい年月が必要なので、ところがですねやっぱり低音が出ないっていうのはですね、どこかに何かの不具合があるからなんですよ。なんて言うんだろう、例えばこの楽器そのものにリークがあったり調整が悪かったりするっていうのはもう論外なので、それは抜いておいて、おそらく自分の方が悪いと仮定するとですね、それに気づくのに自分じゃほとんど
おそらく気づくことができないんですよね。なぜかというと、すごい慣れの中から昔からやってる方法でやっぱりやってしまうから、なかなか改善できないと思うんですけれども、だから結果的にいろいろな理論といいますか、こうやったらいいこうやったらいいっていうのを実験してほしいんですよね。そしてそれがぴったり当てはまったらそれでいいし、当てはまんなかったらもうそれ忘れちゃっていいし、その理論は。ということで、この楽器演奏っていうのはですね、ものすごくこの想像の世界で、こうやったらこうなんじゃないか、こうやったらこうなんじゃないかって過程を頭の中でたくさん描いて、それをやってみるというのがね、僕は正解じゃないかなって思ってるんですよね。で、低音が出したい、低音出ない、でも出したいっていう人はですね、いいねボタンとチャンネル登録をぜひお願いします。そしたらまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。